この動画にはアニメのネタバレがあるよ。注意してね。Can I please go just one episode without crying? Himmel is what every simp should strive to be. Frieren is my favorite rom-com too now, I guess. Absolute cinema. The frequency of Frieren's smiles remains on an upwards trend. こんにちは、チロルです。このチャンネルはどんなアニメからも得られる学びがあるをテーマにアニメと海外の反応と哲学を融合させたチャンネルです。どうぞ最後までゆっくりしていってね。こんにちは。今回はフリーレンだよ。第1回、2回とヒーローものだったから一気に雰囲気変わるね。ねえねえ、ところでさ、黒板何年の木？あ、間違えた。今日はフリーレンと猪木の関係について語るのかと思ったよ。きっと何の関係もない。あるかもしれないよ。フリーレンの作者さんが猪木好きだったり。では、フリーレンの海外の反応をどうぞ。それからフリーレンのアニメ。まさにそれがこのシリーズのメッセージだよね。周りの人と過ごす時間を大切にすること。でも一番大事なのは自分が築いたつながりを大切にすることだと思う。たった一人の好みを知ってることなんて何世紀もの時の重みに比べたらちっぽけなもんだよな。マジでこのアニメくだらないブドウで泣かされた回があったんだよな。堕落した新刊とか、見た目は信心深くて落ち着いて大人じゃないけど、彼なりにめっちゃ共感力あって感情豊かだったよな。好きな人が自分との初デートを特別にしようと頑張ってくれてたって気づくの。たとえ不器用でもそれだけで全部報われるよね。ヒンメルが新しい場所を全部探検したりサブクエ全部やろうとしなかったら魔王を倒せなかったかもな。一緒に旅した後も仲間の心に自分の存在が深く刻まれてて、みんながずっと自分のやり方を目指してるってどんだけ影響力あるんだよ。デートって点数稼ぎのゲームじゃなくて一緒に時間を過ごすことが大事なんだよな。全部完璧にやっても最悪なデートになることもあるし。ヒンメルは魔王だけを目指すんじゃなくて人の心に直接触れてた。これが本当の旅ってやつだよな。目的地よりも旅そのものを大事にしてた。マジで彼女大好きだわ。エルフって時間だけはたっぷりあるし、何千年も生きるならくだらないことにだって全力で取り組めるよね。キャラにちゃんと時間を与えないと急に新しいスキル身につけても納得できないんだよな。でもフェルンがバリア壊すのに3ヶ月かかったって言われたらそりゃ信じるわ。宗教とか思想ってこうやって生まれるのかもな。暇な神様が適当に変な碑文残してそれを読んだ人間が一生かけて追い求めちゃうみたいな。フリーレンとヒンメルが昔二人で猫探しした話よかったよね。それって村長さんに頼まれた雑用だと思ってたよ。フリーレンは何十年も経ってからあれはデートだったって気づいたのすごいよね。さすがエルフだよね。時間感覚がバグってるよね。君たちは何も分かっていない。うわ、また変な人が来た。まあ、でもちょっとイケメン。私はセーレン・キルケゴール。実存主義の父にして孤独を愛する哲学者だ。そして今、君たちに真理とは何かを教えに来た。ちなみに私は教会と喧嘩中だ。教会と喧嘩って何をしたの？偽善的なキリスト教徒どもを匿名で批判する記事を書きまくった。当然だろう。匿名？昔にもネット掲示板があったの？似たようなもんだ。さて話を戻そう。いいかね。世間という名の大衆は猫探しを慈善活動や雑用と呼ぶだろう。客観的にはそうかもしれない。だがヒンメル君はそれをフリーレンと二人きりで過ごす特別な時間と主観的に決定した。彼は自分の実存をかけてその時間に意味を与えたのだ。この前のサルトル先生も同じようなことを言ってたね。簡単に言えば自分がどう生きるかを自分で決めるということだ。
真理とは客観的な事実ではない、主体性の中にのみ存在する。ヒンメル君がこれはデートだと決めた瞬間、それは彼にとっての真理となったのだよ。でも、フリーレンは気づいてなかったんでしょ？それって意味あるの？それこそが単独者の孤独だ。単独者。誰にも理解されなくても自分の真理を生きる者のことだ。ヒンメル君はフリーレンが気づいてくれるかどうかという保証なしに自分の真理を生きた。報われるかどうかわからない、理解されるかどうかもわからない。だがそれでも自分の選択を信じて生きる。それが真の自由なのだ。ヒンメル、かっこいいけど孤独だったんだね。そうだ。だがその孤独こそが彼が本物の愛を生きた証なのだよ。世間はデートは2人で楽しむものという。だがヒンメル君は相手が気づかなくても自分がこの時間を大切にするというより深い愛を選んだ。愛とは相手からの見返りを求めない主体的な決断だ。彼はそれを猫探しという何でもない時間の中で実践したのだ。素敵な話だけど、なんかそれって切ないな。切ない？当たり前だ。真の愛は常に切ない。だがその切なさこそが愛が本物である証拠なのだよ。でもさ、スタルクは少し違っていたね。事前にしっかり調査して頑張ってたよ。フリーレンにアドバイスもらって、フェルンが好きそうな店や場所を教えてもらって予習してたよね。でも、フェルン全然笑ってなかったな。シュタルク君、彼こそが私の言う死に至る病、絶望の典型例だ。あんなに頑張っていたのに絶望なの？そうだ。彼は自分自身であることを放棄していたのだよ。フリーレンという他者のマニュアルを自分に貼り付け、中身が空っぽのまま完璧な彼氏という人形を演じようとした。自分自身になろうと欲しないその状態を私は絶望と呼ぶ。でも、フェルンを喜ばせたかったんだよ。それって優しさじゃないの？優しさと自己放棄は違う。フェルン君が求めていたのは高級なデザートでもなく、洗練されたエスコートでもない。目の前にいるシュタルク本人の心、つまり不器用で迷い苦しんでいる彼自身の主体性だ。彼女はマニュアル通りの完璧なデートではなく、シュタルクらしいデートを望んでいたのだよ。確かにフェルンはシュタルク様らしくないって言ってたね。その通り。フェルン君はシュタルク君が自分自身を失っていることに気づいていた。彼女が欲しかったのは完璧な彼氏ではなく、不器用でも正直なシュタルクだったのだよ。でもそれって難しいよね。苦手なことなら他人に聞くし、初めてのことなら他人を真似るし、自分を見失ってるわけではないと思うんだけど。だから人間は苦しむのだ。自分とは何かを知るためには、まず自分ではないものを経験しなければならない。シュタルク君はフリーレンのマニュアルという自分ではないものを演じることで、初めて自分とは何かに気づいたのだよ。つまり失敗しないとわからないってこと？そうだ。失敗こそが自分自身を知る唯一の道なのだ。でもさ、最後はうまくいったよね。シュタルクがフリーレンに選んでもらったんだ。ごめんって謝ったら、フェルンはとても嬉しそうだったよ。そう、その場面、あの瞬間こそが飛躍だ。飛躍？シュタルク君は理想の彼氏という仮面をかなぐりして、不器用な自分を引き受けて一歩前に踏み出した。他人に決められた道ではなく、自分の責任を置いて自分自身であることを選んだ。その時、あの失敗だらけのデートは世界で唯一の本物のデートに変貌したのだよ。そっか、最後にシュタルクは自分自身になれたんだね。そうだ。そしてその選択には誰も保証してくれない不安がついて回る。これで本当に良かったのか、フェルンは許してくれるのかという苦悩。だがその不安と苦悩こそが彼が自由に生きている証拠なのだ。でも先生、ヒンメルとシュタルクは全然違うよね。ヒンメルは最初から猫探しはデートって決めてたけど、シュタルクは途中で気づいたんだよ。いい質問だ、もちもちくん。ヒンメル君は美的実存から倫理的実存へとすでに移行していた成熟した人間だ。彼は自分の主体性を確立し、世間の評価に左右されずに生きていた。一方、シュタルク君は美的実存から倫理的実存へと移行する瞬間をあのデートで経験したのだよ。美的実存、倫理的実存、実存にもいろいろあるんだな。難しいな。簡単に言えば、美的実存は
快楽や感情に従って生きる段階。倫理的実存は自分の責任において選択して生きる段階だ。シュタルク君はフリーレンのマニュアルという他者の基準に従っていた美的実存から自分自身の基準で生きる倫理的実存へと飛躍したのだよ。なんとなくわかるような、わからないような。じゃあね、ヒンメルは最初から倫理的実存だったってこと？そうだ。どちらが優れているかではない。人間は誰しも自分自身になるための飛躍を経験する。その瞬間がヒンメル君には過去にあり、シュタルク君にはあのデートであった。それだけのことだ。じゃあ先生、フリーレンとヒンメルの猫探しとシュタルクとフェルンのデートってどっちが本物のデートなの？どちらも本物だ。でも猫探しはフリーレンは気づいてなかったし、シュタルクのデートは途中まで失敗してたよね。いいかね。本物とは客観的な基準で測れるものではない。ヒンメル君にとってあの猫探しはフリーレンと二人きりで過ごす特別な時間という真理だった。たとえフリーレンが気づかなくても彼の主体性の中でそれは真理だったのだ。シュタルク君にとってあのデートは自分自身であることを選択した瞬間という真理だった。たとえ途中まで失敗していても最後に彼が飛躍した瞬間、それは真理となったのだよ。真理とは主体性の中にのみ存在する。だからどちらも本物なのだよ。哲学って肯定的でいいね。でもさ先生、フリーレンは気づくの遅すぎない？それもまた真理の一つの形だ。フリーレン君はヒンメル君の死後何十年もかけて人を知る旅をしてきた。その旅の中で彼女は少しずつ人の心を理解し始めた。そしてある日突然、あの猫探しはヒンメルというとってデートだったのだと気づいた。真理は時に後から追いかけてくる。彼女が今気づくべき時に気づいたのだ。ヒンメル君はフリーレンが気づかなくても自分の選択を生きた。そしてフリーレン君は何十年も経ってからその真理を受け止めた。それもまた愛の一つの形なのだよ。なんか切ないけどとても美しいね。切なさと美しさは常に隣り合わせなのだ。先生は愛に詳しいね。先生も愛する人と書いたの？そうだな。レギーネという愛する女性がいたよ。だが私は自分の哲学的な使命のために婚約を破棄した。世間からは非難されたが、私はその孤独と責任を全て自分で引き受けた。私は彼女を愛していたからこそ彼女を手放した。愛してたのに手放したの？矛盾してない？矛盾ではない。真の愛とは相手の幸福を願うことだ。私は自分が哲学者として生きることがレギーネを不幸にすると知っていた。だから彼女を手放した。それは世間から見れば冷酷な男だろう。だが私は自分の主体性においてそれが正しいと決断したのだ。ヒンメル君もシュタルク君もそして私も皆同じだ。自分の主体性において愛を選び、その責任を引き受けた。それが単独者として生きるということなのだよ。先生は今でもレギーネさんが好きなの？忘れられるわけがない。彼女は私の人生で最も大切な人だった。だが私は自分の選択を後悔していない。後悔しないことと忘れないことは両立するのだ。ヒンメル君もきっと同じだっただろう。フリーレンが気づかなくても彼は自分の選択を後悔しなかった。それが自身の自由なのだ。かっこいい。さて、私はこれからいかに現代のキリスト教徒が本物の信仰、主体性を失っているかについて偽名を使って匿名の批判記事を10本ほど書かなければならない。忙しいのだ。先生、それきっと絶対炎上するよ。炎上？上等だ。真理を語る者は常に孤独なのだ。最後に一つだけ言っておこう。ピオ太郎くん、もちもちくん。君たちはいつか自分はどう生きるかという問いに直面するだろう。その日、君たちは苦しむだろう。だが、その苦しみこそが君たちが本当に自由である証拠なのだ。ヒンメル君のように誰にも理解されなくても自分の真理を生きるか、シュタルク君のように途中で気づいて飛躍するか、どちらでもいい。大切なのは君たち自身が自分の主体性において選ぶことだ。恐れるな。さらばだ。すごくいい話を聞かせてくれたのに、と
匿名や偽名で批判するのが好きなお兄さんだった。サルトル先生から続いて今回はキルケゴール先生に実存主義を教えてもらったけど、自由は自分で選べ、そして自由には責任と孤独が伴うってことがなんとなく分かったよ。じゃあ僕は今は責任もないし、孤独でもないから自由じゃないんだ。よし、僕は自由を求めて頑張るよ。なんとなく頑張る方向性が違う気がするけど、まあいいか。そういえばさ、オープニングで下僕ちゃんがチラルちゃんになってたよ。視聴者さんから、下僕ではかわいそうって声があってね。なんでチラルなの？チロルチョコレート、すごく好きだから。ああ、よく食べてるもんね。なんかチロルちゃん、選挙の投票記念カードに特典があるって騒いでたよ。選挙行ったらお得なの？投票カード見せるだけでココイチとかでトッピングもらえるとか言ってたよ。いいな。ガソリンとか温泉とかもあるみたいだね。それぞれの県で違うみたいだから、選挙割でサイトでみんなも調べてみてね。あ、僕たちは政府の回し物とかではありません。ところで、もちもち T シャツ着てるね。そうなんだ。作ってもらったんだ。かわいいでしょ。なんで T シャツに自分の顔のプリントなの？ティオちゃんも同じじゃん。あ、そうだった。ティオちゃんは黒でクールだね。痩せて見えるでしょ。全然。今回は長くなっちゃったし、この辺で。じゃあまた次回の動画で会おうね。バイバイ。